こんにちは、ゆうたび夫婦です。いつもとちょっぴり違うオープニングにしてみましたが、今回はどこに来ているかというと、ワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターに行ってきました。行く前に知っておきたい豆知識なんかも織り交ぜてみたので、ぜひ参考にしてみてください。それではハリーポッターの魔法の世界をお楽しみください。おはようございます。おはようございます。本日どこに来てますか？魔法の世界にそうです。ワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポラーに来てます。約半年前ぐらいかな、6月に豊島園にオープンした施設です。ちょっと今更感はあるけど。そうなんかね、今ハリーポッターって再ブームしてるらしくて、なんかよくイベントじゃないけどさ、グッズ販売とかしてるところよくあったやんか、ね、それも再ブームの熱らしくて、確かに結構そこら中で見るかも。そうで、ここはね、なんか乗り物とかはなくて、ウォークスルー型、こういろいろ展示を見ていく感じのとこやから、本当にファンじゃないと楽しめないかもしれない。でもユミはめっちゃファンや。私まあまあな、グッズは全く持ってないけど、まあまあなファンだった。やんな。じゃあ行きますか。最寄り駅は西武豊島線または都営大江戸線の豊島園駅です。そこから徒歩2分のところにあります。東京駅からだとだいたい 4,50 分くらいで行くことができます。車で行く場合はネットでチケット購入するときに駐車場の予約も合わせて取る必要があります。1日1,800円とちょっとお高めなので、電車で来れる方は電車の方がおすすめです。ちなみに西武豊島線の豊島園駅はこのスタジオのオープンに合わせて駅や電車がハリーポッター仕様になってます。入場前からハリーポッター気分が味わえちゃうので、こちらも要チェックです。チケットは完全予約制で、公式サイトから日時指定で購入します。入場後は滞在時間の制限はないので、長く滞在したい方は午前入場のチケットを購入するのがおすすめです。ただ土日の後だいたい2ヶ月くらい先の日程じゃないと午前中の枠が空いてないので、早めに予約する必要があります。はーい。保安検査所がある、ね。クロークあるやん。じゃあ荷物多い人はここで。みんなコスプレとかするから。そうやな。いいかもしれないね。借りる？どうする？借りる？別に借りなくてもいいかな。すごい。めっちゃ広そう。すごくない？お、すごい。しかもこれ見て。おお。ツアーエントランス、ここに行くんかな。はい、ありがとうございます。あ、時間確認ない。おお。入り口を入るとすぐに各シリーズの映画シーンや撮影風景の特大パネルがあります。とっても気分が高まりますね。あ、いろんな国の。そう映画ポスターやねんて。受け取り動画のツアーの説明を受けた後はホグワーツの大広間の前へ。3、2、1、ホグワーツへようこそ。ありがとうございます。思ってあんま見えないけど、大広間の中入っていきましょう。思ったよりこの兵隊がちっちゃくちっちゃいな。何やったっけ、なんていう馬？ピエール・トータムの子もって言ったらこいつらが動き出す。一度言ってみたかったのって。おお。わあ、すごい。
細部まで精巧に作り上げられたお広間のセット。オックスフォード大学の大ホールがモデルになっています。すごい床もちゃんとしてる、これだって本物でしょ。等身大のホグワーツの先生たちがいました。ダンブルドア先生ってさ、この演じた人がなんか賢者の1作目の時にオファーが来てんけど、そのすごいご高齢の方やからちょっと受けれない、断ったらしいんだけど、孫娘さんが受けないと口聞かないって言われたらしくて、仕方なく受けたらしいオファーを。あ、1作目の人？そうそうそう。あ、そうなんだ。途中で亡くなっちゃったけどさ、2作目か3作目口ぐらい。聞かない。そう。孫娘がいなかったら、あの優しいダンブルドア先生はいなかったかもしれない。ここめっちゃワクワクするよな、この上から見て、すごい動いてる感じと永遠に続いてるように見えるけど実は一部だけやねんって。あとはミニチュア模型で別撮りされてんねんって。あ、ほらほら、すごい。知ってた？この動くやるやんか、これ実はハリー・ポッターのスタッフ陣らしいで。あ、全部？そう、中にいる人たちはスタッフの方が、映画で映ってる人。そうそう。この動く肖像が実は私たちも入ることができます。どれにする？選べんのか、背景が。分からへん。どれにする？なんかこれにしようや。スキャン。なんか動いて。動かないといいね。動くんだ。どこ？あ、いた。なんか一人拍手してるやついる。何してんの？なんか拍手してたんだもん。なんかもっとさ、こう魔法をかけるみたいなさ、周りみんな杖持ったりしてんのにさ、なんで一人ダンスしてる？なんか拍手の音がした。これクイディッチの撮影する時のあれか、いやーインタラクティブやな。なんか2024年のな、旅トレンドはインタラクティブらしいで。没入型体験みたいな。そう。これもまさしくそうだね。出た。ビクトール。ドゥン優勝杯。こんなでかかったんや、優勝杯って。あのシーン大好きやわ。お、すごい。すごい。この記憶のやつやろ。
へえ。すごい。うわすごいな。てかダンブルドアのさ、うん部屋にこんなに肖像が飾られてたっけ？歴代の校長じゃなかったっけ？あ、そうや。なんかそうらしいな。でみんな寝てるんだよ。え、ほんまや。みんな寝顔なん。そなんで？う。わかんない。俺あのシーン好きやで。ダンブルドアのこれでしょ？そう。ってやつ。俳優さんは杖をさ、撮影終わった後に勝手に持って帰ったりしてたらしいね。でハリーとか折りまくってたらしい。ダニエル・ラドなんで？いやなんか遊んだりして。そういうこと？歴代の闇の魔術の先生。賢者の石取り出して。手袋。ここで皆さんに映画は俳優のように杖を使った決闘のやり方を学んでいただきます。3、2、1、ステップファイト。ステップファー今の皆さんステップファー見るとは思えません。3、2、1、エクスペリアムス。エクスペリアムス。素晴らしい。ダンブルドア軍団のようになってきました。でも最後らへんさ、もうさ何も言わずにさ、わかる。ダンブルドアの水の球のやつ。照明や音響は俳優たちがよりリアルな演技をするために映画の撮影現場ではよく使われます。お手すいたじゃん。ワートコンバットを踊りますね。手すいた。ステップファー気合いを入れて、3、2、1、エクスペリアムス。エクスペリアムス。杖を弾きました。まだ油断しないで。おお。デスイーターは去っていったようです。皆さん素晴らしいパフォーマンスでした。きっと振り返って待って俺だけしかさ杖持ってないやつがじゃあどうぞ飛ばしていってください。ありがとうございます。ついに出てきたぞ。ついに出てきたよ。あの方が。ナギーニ意外とちっちゃいんだね。貴重な分霊箱。ちゃんと入ってる。すごっ。すごい。すごいな。うわーすごっ。すごい床がふかふかしてるでもほんまに森っぽいね。すごい。出てこない。あお、エクスペクト、馬だった。おお。でもハグリッドの部屋ってさ、その2つ用意されててさ、うん、なんかすごい大きいのと普通サイズのっていうので2つ部屋があったんや。なんで？そのハグリッドの大きさを大きく見せるために、ああ、そういうこと。そうハグリッドと写す時はちっちゃい家を使って、でもそれをやっちゃうと中に入った時にちっちゃいからみんな窮屈になっちゃうから、普通のサイズも作りつつちっちゃいサイズも作ったっていうのがあるらしいよ。だから2パターンあってんて。普通にさ、ハグリッドって片付けできへん人よね。普通に確かに。物捨てれないタイプなんやろうな。バックロックカフェ。
だいたいここで半分ぐらいかな、うんほらバタービールおバタービールバタービール飲もうよ。なあどんな味すんのやろ。ユニバとかで飲んだことある？ない。俺もない。飲んだことどんなんやろ。ツアー中間地点にあるこちらのバタービールバーはなんと世界最大。魔法ワールドでおなじみのバタービールを開放的なテラスで楽しむことができます。まあでもバタービールのタンブラーをお土産としてお持ち帰りいただきます。バタービールめっちゃ甘そうな匂いです。甘そうやな。かわいい。このカップがもらえるらしい。どう？ちょっと下だって唇についてる上はキャラメルミルクみたいな。あ下はリンゴっぽくもあるけど、うん砂糖なんなん分からへん。甘い。なんかねもう全部上でかき消されちゃってわかんない。そのバターって言っていいんかなって感じ。うんどっちかというとすごいミルク感が強い。そうでしかも下はちゃんと炭酸うんやけど甘い炭酸うんでも俺はなそのプリンとか好きやからあ甘い人好きなら絶対好きやと思う、でもバター感は何も感じないグラスは水ですすげるとこがあるので軽く洗ってから持ち帰ることができます。これはうがいコップにしようかな。すなそんなにバタービールバーのすぐ近くにはカフェもあります。魔法ワールドをテーマにした料理やデザートをいただくことができます。ツアー中間でがっつり腹ごしらえをしておきたいという人はこちらのカフェがおすすめです。私たちは中まで入らなかったんですけど、パッと見すごい装飾が可愛かったです。足休めできたところで後半戦も楽しんでいきたいと思います。ナイトバス。俺結構このさナイトバスのシーン大好きやねんけど、運転手のこうラリった感じがめっちゃ好きやねんちなみにさこのバスはさその2階建てのバスを実際に解体して3階建てにしてて、あ、そうなん。乗ってこない？あ、すごいちゃんと動いてる感じになる。Emergency transport for the stranded だってこれさ運転中すごいガラ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 動いてたもんな。賢者の石の冒頭に登場するプリペット通り4番地ダーズリー家での一コマが忠実に再現されています。本当だ、すごいちっちゃ。ここでずっと、住んでたのろ。そんな最後足クロスしてないでしょ。おおすごい。あ、見て見て。あ、これね入っていけるやつね。ちなみにこういう駅に行って実際撮影されたらしいねんけど、その時は5番線と6番線で撮られたらしいよ。そうなんだ。そう9番線と10番線じゃないんだね。じゃなくて中入れる中入れるわ、すごい。中入れちゃうじゃん。おお。おおすごい。あ、なになになに。カイロチョコ開いちゃう。あ、いっちゃいで。開いちゃう。こんなんよね。おお。凍った。ホグワーツ特急のすぐ近くにあるレイルウェイショップを見てみます。ハリーポッターグッズがたくさん並んでいました。ホグワーツ特急がすぐ近くにあるので列車にちなんだ製品がたくさん並べられていた印象です。めっちゃ困ってない？何これ。キャンドル入れるんじゃない？ああ。これやん、杖やん。
これさあれやな、あえてこうバラバラに置いてんのかな、綺麗につまずにさ。そうじゃない。入学書なんや。パリのこちら住所が階段下の。ザ・カップボード・アンダー・ザ・ステアーズやん、ほら。すごい。すごい。お前ちゃんとパリの部屋になってるもん。すごい。うわ。うわうわ。すごい。うわ魔法省だ。魔法省や。てか指ここ出勤できるやん。うん確かに。前から出てください。どう？ここであれやん、ダンブルドアはさ、うん。水の玉をさ、ヒュヒュイとヒュヒュイってすごっ。すごいわ。ダイアゴン横丁。ダイアゴン横丁。てかほんまに映画の中入り込んだみたいな感じ。本当に。てかお店の中がすごいわ。そう楽しい。てかここであれやろ、入学とかの準備をしてたやろ。そうそうそう。楽しすぎんそれ。すごい細部がすごい。そうやで、これこのオックスフォードとかケンブリッジの名門大学を結構参考にしたらしいよ。あれ植物園、うん。そうよな、こう全体像を見ることってあんまないもんな。てか広っ。卒業するまでに一回も行かない場所とかあんねやろな。出口付近にあったこの杖の箱が並んだ部屋、ハリー・ポッター、ファンタスティック・ビーストに関わった俳優さんだけでなく、多くのスタッフの名前が杖の箱に記されています。これだけ多くの方がこの名作を作り上げたと思うととても感動しますよね。本当素敵な作品を作っていただきありがとうございます。出口はお土産売り場につながっています。スタジオツアー東京でしか買えない限定グッズもあるので要チェックです。展示もねすごかったんですけど、このお土産コーナーも装飾が本格的すぎてめちゃめちゃびっくりしました。今まで何回かハリーポッターショップには行ったことがあったんですけど、ここまでね大規模なショップは正直初めてです。うわ懐かしい。この表紙なんかさ、俺らがさこの本手にした時ってさ小学校の頃やったやんか。だ俺こんな大きくて分厚い本をさもう小学校で読むのはすごいやつしかいないと思ってたんやね。意外とみんな読んでるよな。私は読めなかった。俺も読めんかった。ロー読みスリザリンっぽくないな。僕ね、私なんだろう。ハッフルパフ。ハッフルパフじゃない。うん、ユミはハッフルパフや。ユミはハッフルパフ。すごい。すごい。でもこのいうさネクタイもやしマフラーもあって髪飾りもある。フルセット揃えたらこれいくらなんだよ。食堂すごいわ。すごっ。やっぱ朝取っといてよかった。な人いない時。人いないとよかったよかった。ほんまや。うわーすごいすごい。フードホールには2つのお店があります。正面左手にあるのがフロッグカフェ。
こちらのお店では主にスイーツが売られていて、映画でも出てきたハグリッドの誕生日ケーキやニフラーのケーキなど魔法ワールドにちなんだスイーツがいただけます。そしてその隣にはホグワーツの大広間をイメージしたフードコートがあります。フィッシュ&チップスやピザ、ローストビーフサラダなどイギリスにちなんだ料理が提供されています。ポークリブプレートとユーミが9と4分の3番線ブレックファスト朝ごはん。お前な、朝ごはんや。しかもここはこの食堂で今スリザリンみたいな格好してるじゃん。スリザリン寮で食べてる。そう端っこ。おいしい。ちょっと例えちゃう。マックのナゲットのバーベキューソース、めっちゃそれのってことは甘いってことね。顔で裕次郎は絶対好きだと思う。俺絶対好きやったの。これもさ、なんか普通のやつじゃないよね。パリパリになってる。確かにハリーポッターっぽい食べ物って言われても困るよね。変な食べ物しかないもんね。そもそもが魔法のさ、食べ物やねんさ。まあでも同じ値段出すなら外出てランチした方が正直いいとは思う。でもこの雰囲気の中で食べたいならば全然あり。でもこれってよかった。あれやね、もっと人多いと思ってた、そもそも。でもさ、なんかそのスポットによっては俺らしかいい品ようだと、それこそ朝だけだからかな。分からん。本当に確かに一番最初に行った方がいいわ。待って、俺これさパンやと思ってたけどじゃがいもだ。私もパンだと思ってた。パンやと思ってた。重じゃめっちゃ重いこれは。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。ということでメイキングオブハリーポッターいかがでしたでしょうか。はい、ということで一周してきました。想定していたより規模がでかいし、めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったなほんまに。ゆうみは結構ハリーポッター好きやんか。でも俺はそこまでなわけよ。それでもおもろかった。裏側を知れた感じ。わかる。映画ってこうやって作られるんやみたいなのを知れたのは楽しかったな。でだいたい僕ら9時に入って、今が1時20分。そう、お昼食べたから。まあでもどうやろう、4時間半ぐらいか。まあ多分僕ら早い方だと思うんで、もうちょいゆっくりしっかりと展示見たいって人はまあ6時間ぐらい見といた方がいいかなと。余裕で1日終わります終わるマジで。だからこそ朝一しっかり9時のねチケットを取った方がいいと思います。そう、まあ写真を撮れるスポットとかがいっぱいあるから、やっぱり杖とローブがあった方がそれっぽい写真は撮れるし、すごい楽しめると思うけど、まあ高いので強制はせず僕らはさっそうと、まあ指でできるしな。指でやりましたそうです。はい、ということで帰りますか。はい、バイバイ。この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。